塩分 18% の梅干し3回に分けて漬けました。2024年6月8日から6月10日。撮影しているのは2024年6月8日土曜日です。6月3日に購入した3キロの南高梅のうち、画面右側にある一部の梅がだいぶ黄色くなりました。これ以上置くと傷むのが心配なので、右側の梅は今日先につけようと思います。まず梅を洗います。撮影に失敗したので割愛しますが、梅を洗っているこの段階ではまだヘタはついたまま、洗って乾かしてからヘタを取ります。私はキッチンペーパーで拭いてからヘタを取っています。自然乾燥でも構いませんが、ヘタの周りの水分も取りましょう。金属は梅の酸で腐敗するので厳禁。ヘタの周りの実を傷つけないように注意しながら作業します。一例で斑点や傷の入った梅をお見せしますが、梅干しをつける分には全く問題がないので、このまま使います。道具や梅など使用するものはすべて35度のホワイトリカーで殺菌や消毒をしています。3キロ購入した中から先に熟した梅約 1.8 キロをつけます。では実際につけます。私は塩分 18% なので、梅1キロに対し塩が 180g。まず一番下に粗塩をまんべんなく振りかけます。目分量ですが、塩は上へ行くほど多く振ります。1段目の梅です。再度傷やカビなどを確認しながら平らに並べます。梅の入れ方、特にコツなどはありませんが、平らに入っていれば大丈夫です。後から追加する分の梅、その分の塩は残しておきます。下の塩が少ないのではと思う方、上の塩が溶けて回ってくるので大丈夫です。2段目の梅です。一番上の梅が少ししかない場合は、中央に寄せて入れます。こうすることで、重しが均等にかかりやすくなります。塩、梅、塩と一番上には塩が来るようにつけます。中蓋は重しを安定させる役割もあるので、溝のついたデコボコした方を上にして乗せます。この日は梅が約 1.8 キロで、重しはとりあえずは 3.5 キロです。この樽には3キロの梅をつけるので、最終的な重しは5キロの予定です。私は樽の上から新聞紙をかぶせて紐で縛ります。合計3回に分けてつけていますが、2回目は6月9日につけました。2回目につけた時の映像ですが、3回目とほぼ同じなので、詳しくはご紹介しないで省略しています。もし、後から熟した梅を追加したい方は、先につけた梅の上から足していきます。3回目をつける前の段階で、少し梅酢が上がっています。6月10日、洗うなどの工程は済ませて、ホワイトリカーにもくぐらせてあるので、つけていきます。最後の梅は1段分しかないので、すべて入れます。
前回つけた梅の周りにも隙間があれば、そこにも梅を置きます。最後、一番上の塩を振ります。塩は上に行くほど多く振るので、多めの塩を取り分けておきました。そして必ず粗塩を使うことです。梅酢をしっかりと揚げて、美味しい梅干しを作るためには、粗塩を使うのも大事なことです。塩は溶けて下に回り、梅酢が上がってきます。粗塩を使い、重しをきちんとしていれば、必ず梅酢は上がるはずです。今回、重しは 3.5 キロが1つ、1.5 キロが1つ、合計5キロです。重しの目安は、梅の重量の 1.5 倍から2倍程度です。梅酢がしっかりと上がったら、重しを減らすなどの手順がありますが、皆様が作業するまでにその様子をお見せできるかはわかりません。他の方のチャンネルや私の過去の動画でも上がっておりますので、好みの付け方なども探してみてください。梅干しをつけるのはハードルが高いと思われている方も多いと思います。私も実際はそうでしたが、黄色く熟した梅を使う。決して追熟はさせすぎない。粗塩を使い、しっかりと重しをして、梅酢をきちんと揚げるなど、一つ一つの工程をきちんと行えば、美味しい梅干しがつけられると思います。今後としては、インターネットで購入した完熟梅をつける様子、重しを減らす工程や、仕上がりまでの様子などもお伝えできたらと思います。長くはなりましたが、今回はここまでです。見てくださってありがとうございました。お伝えしたのは北海道釧路市在住、みほでした。